皆さん、こんにちは。大阪の堺で小児科を開業している佐藤です。よろしくお願いします。アトピーにステロイドを使わない治療を25年以上にわたってやってきました。アトピー性皮膚炎で受診された患者さんたちに対して、最初の時に1時間ないし、長い方は2時間ぐらいステロイドを使わない治療についてお話しさせていただいています。その内容を YouTube に載せて皆さんに聞いていただこうという企画をこれから始めたいと思います。タイトルは佐藤光子のステロイドノーです。今日はその1ですね。ファクトチェックです。皮膚科とか小児科を受診すると、ステロイドを塗らないと治らないとか、まずステロイドで治してから考えていきましょうとかいうふうに言われることが多いと思います。これは正しいんでしょうか？日本皮膚科学会雑誌に載ったアトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018年を見ています。まず、アトピー性皮膚炎とはどういうふうな病気かというと、悪くなったり良くなったりを繰り返すかゆみのある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の大半がアトピー性素因を持つというふうに書かれています。で、この湿疹は特徴的なことが左右対称性なんですね。で、赤ちゃんの場合はほっぺた中心。で、大人になってくると関節のところを中心になってきます。で、慢性的に見られるっていうのがこの特徴で、慢性っていうのは赤ちゃんでは2ヶ月以上、その他では6ヶ月以上を慢性としています。簡単に言えば、かゆみのある湿疹、左右対称性の湿疹が赤ちゃんでは2ヶ月、その他では6ヶ月以上続いたら、アトピーだという診断になるので、簡単というか、ずさんというか、そういうふうな診断基準だということになります。治療法を見ていきます。アトピー性皮膚炎は遺伝的素因も含んだ多病因性の疾患。一つの原因ではなくって、いろんな原因があるというのが多病因性っていうふうに言われます。疾患であって、疾患そのものを完治させうる治療法はない。アトピー性皮膚炎そのものを治す治療法はないということになります。こういうふうに皮膚科学会のガイドラインでははっきり記載されています。したがって薬物療法は対症療法を行うことが原則であるっていうふうに書かれているんですね。じゃあ、なぜステロイドを塗らないと治らないというおっしゃる先生たちがいらっしゃるかというと、ガイドラインを読まれていない、勉強不足の先生だというふうになります。受診された時にこういうふうに言われたら、あ、この先生はちょっと勉強してないんやなっていうふうに思われたらいいんじゃないかなと思います。で、その1はこれで終わりです。ありがとうございました。